はい、おはようございます。浅谷メンタルクリニックの院長、増田祐介です。毎日10分のショートレクチャーでメンタルについて学びましょう。精神科医が心の病気について解説するチャンネルです。はい、今日のテーマはですね、適応障害ですね。適応障害についてちょっと改めて解説してみようかなと思います。で、このですね、動画の内容は概要欄の方にテキストでまとめてますので、もしよかったらそっちの方もご覧ください。ではですね、今日は適応障害について解説しようと思います。で、どうしてこの動画を撮ろうかと思ったかというとですね、今回ですね、最近ですね、適応障害について、ちょっと説明してくださいって言われる機会があったんですね。で、それで説明していたんですけれど、その中でですね、いろんな質問があって、こういうことが気になるんだなとか、こういうことを説明してほしいんだなっていうことが分かったので、ちょっとそれも話そうかなと思います。後半ですね、どちらかというと。で、一番大事なポイントはですね、今回分かったことは、周囲の人は、そのメンタル疾患に対してですね、無関心なわけではないんですよね。やっぱり、でも理解したいけど難しいっていうことですね。だから何が難しいんだろうって気もするんだけれど、僕とかね、僕でも物心ついた時ぐらいからもうエヴァンゲリオン世代で、もうそういうサブカルじゃないけれどメンタルのこととか精神疾患とかフロイトとか哲学とかすごい好きだった。そんな変わった子供だったので、なんか普通かなと思っちゃったりするんだけど、でもやっぱりやっぱむずいよねみたいなことのようですね。多分そうなんだと思います。すいませんね。なんかいつも、みんなが分かってるかのようにね、なんか喋っちゃいますけれど、それをですね、ちょっとお伝えしたいなと思ったとともに、改めてですね、適応障害についてちょっと、知ってもらいたいなと思ったので動画に撮りました。長いね、前書きが長いということですけど、解説していきますよ。適応障害。適応障害って何かっていうとですね、簡単に言うと、一言言うと、ストレスが原因のうつなんですね。だから、ストレスとか精神疲労とか、そういうものが原因で落ち込んでしまう、体調が悪くなってしまうのを適応障害って言うんですよ。じゃあ、うつ病との違いは何なのってことなんですけど、うつ病っていうのは基本的には脳病なんですね。だから、古典的には原因不明の、落ち込みを繰り返す脳病というふうに定義されたりします。で、うつ病の方が期間が長くて、適応障害の方が期間が短いとか、いろんな言い方はするんですけれど、一応適応障害っていうのは、ストレスとかで潰れちゃって脳が、疲労状態にあるっていうのが、適応障害のイメージなんですね。で、うつ病っていうのは、その疲労の結果、脳が変化した。疲労以外でも、遺伝的なものなのか、何らかの原因で脳が変化してうつになっちゃってるということなんですよ。見分けがつくのかっていうと、結構難しいですね。これは結構、本当のこと言うと、厳密には見分けがつけられないんだけれども、でも臨床上はなんとなくわかるんですよね。患者さんの雰囲気とか、明確な原因がわかるとか。なので、つけたりしてます。そこら辺はなんていうのかな。臨床上の言葉の使い方とか、医者同士のちょっとしたその言葉の、なんていうのかな、感覚なので、ちょっとなかなかそれを、臨床経験がない人に伝えるのは結構難しいんですけど、臨床家には結構、わかりやすい概念なんですね。いろいろ見てるので。で、具体的な症状って何かっていうと、気分の落ち込みとか集中困難ですね。あと意欲低下とか、頭が回らない感じとか。で、体調不良ですね。元気が出ないとか、朝起きられないとか。あとは食事睡眠の障害。食べれない、食べ過ぎる。寝れない、寝過ぎる。途中で何度も起きちゃうとか、そういうのをうつ状態って言うんですけれども、そういうことになってるよということですね。で、治療に関してはですね、まず休養なんですよ。だからこれ働きながら休養ってなかなか難しいんですね。だからしっかり会社を休んでしまった方がいいことも多いです。で、大体休むのがですね、3ヶ月休む人が 30% ぐらい、6ヶ月休む人が 30% ぐらい、1年半ぐらいの休む人が 15% ぐらいですね。で、退職しちゃう人が1年半までに 15% というようなイメージです。
結構休むんですよね。だから1ヶ月ぐらいだと全然休んだ気にならないんですよ。実際その通りで引き継ぎがあったりとか、復帰前の準備とかあるとですね、1ヶ月だともう、そういうやり取りしてるだけで終わっちゃうんですね。だから1ヶ月じゃ短すぎるので、それ以上になることがあります。焦らないでくださいね。で、あとは環境調整ですね。だからストレスが原因なので、その原因を直さないとまた同じ場所に戻ったら潰れちゃうので、それはパワハラとかセクハラが原因だったのかとか、仕事が多すぎるのが問題だったのかとか、責任が重すぎたのか問題なのか、いろいろあると思うんですけど、それを調整してあげることが大事かなと。で、薬はですね、必須ではないんですね。あくまで補助的に使うという感じですね。なので、不眠があったら睡眠薬をちょっと使ってあげたりとか、パニック発作がひどいのであれば、パニック発作みたいなものが起きているのであればね、合併しているのであれば、抗不安薬だったり抗うつ薬を使ったりしますと。あとは、うつ病の可能性もあるなっていう時にはですね、予防的に、使っていうパターンもあったりするので、ここら辺は主治医の人によく聞いてください。ちょっとしたですね、やり取り、薬の細かい使い方ってあるんですけど、イメージはあくまでこういう形ですね。で、休養するときにはですね、お金の心配をよくされるんですけど、健康保険に入っている方であれば、傷病手当金って形で3分の2が支給されます。それが1年半ぐらいもらえるので、貯金はできないくなっちゃうとかね、困るかもしれないけれども、それぐらいもらえるので、大丈夫だよという話をしてます。はい。あとは精神科にもし受診がね、なかなかできないとか気軽にできないなとか、そもそも予約が取りにくいという問題もあるかもしれないですけど、の場合であれば、心の耳っていうですね、行政が設置している無料の相談窓口があるので、心の耳で検索していただいて、そこの、ところから相談してもらうのもいいかなと思います。もちろん本人以外もですね、家族とか周りの人とかもそちらを利用して相談するのはいいかなと思います。はい。でですね、これが前半で、後半はですね、ちょっと今回その取材を受けた感想を述べようと思います。まず、やっぱり恥ずかしいって思う人が多いみたいですね。精神のことって恥ずかしいとか、精神科行くのってなんか怖いなとか思うようです。でもね、実際は恥ずかしくないんですよ。で、人口のですね、5、6% ぐらい、もうちょっといるかもしれないですけど、は適応障害を経験してます、生涯の中で。これはその適応障害って形で統計に上がってこないこともあったり、うつ病の中に含まれたりすることもあるんですけど、大体5、6% ぐらいじゃないかなというのが僕のなんか肌感覚ですね。もっと多いかもしれません。で、なので結構いるんです。で、自分の部下でなったとか、自分の上司がなったとか、なんか自分の人生の中で適応障害に関わったことがある人っていうのはすごく多いんですね。だから、あなただけじゃないし、あなた以外の人も結構ですね、適応障害知ってたりします。で、あとですね、だから恥ずかしくないので大丈夫なんだよということですね。結構一般的です。私だけってことはないし、私だけ無能なんだってこともないですね。結構普通なんですよ。で、無自覚な人が多いんですね。だから病気が重くなってるとこうなっちゃってるので、全然自分が疲れてるとか自分がおかしいってことにさえ気づけなくなっているんですね。だから周りが気づいてあげることも大事だし、っていうことです。だからちょっと自分おかしいなっていう時はだいぶおかしいってことですね。結構これぐらいだと大丈夫かなって時はだいぶやばいことが多いので、早め早めの受診をお勧めします。で、あと一番の僕の気づきですね。だから皆さんですね、無関心なわけじゃないんですよね。無関心というよりはどちらかというと多くの人はですね、理解したいけどこの心に病気があるとか、心っていうものが脳みそがなんか起きてるっていうことがもう理解しにくいんですよね。もう理解できないみたいですね、本当に。だから僕としては心って脳が生み出してる幻想だっていうのがもう当たり前だろうとか思っちゃうんだけれど、これが理解できない。だから心とか魂と脳みそっていうのがなんかリンクしてるってことがもう理解しにくいみたいですね。なんかこれ何なんでしょうね。なんかもうそこの前提が理解しにくいみたいですね。だから何言ってだから変に矛盾してませんかと、この感じって矛盾してません、この言い方だとおかしくないですかとか、
自分で調子が悪いと思ってるのに無自覚ってどういうことですかとか、言う人言うと思うんですけど、その矛盾性が脳の病気なんですよね。だから、矛盾が起きてないってことは、そもそもロジックが進んでるってことなんで、プログラム走ってるってことだから、脳みそとかパソコンが壊れてないわけですよ。パソコンだってプログラムはね。でも、そこに矛盾が起きてるから、矛盾だらけになってやってパンクしてるっていうのが脳の病気ってことなので、そもそも、なんかそういうもんなんですよ。だけど、それがなんかこんなに頭がいい人なのになんか理解するのが難しいのかなと。だからロジックとしてはわかるんだけど、なんか今一つピンとこないんだよねっていう人が多いんですよね。確かに僕の同級生とか他の人たちとかいろんな今まで出会った人でもう本当にもうめちゃ天才だなとかいう人も精神って難しいよねとか言って、いや、どういうことなんだろうとか思ったりもしたけれど、なんか僕のことをね、なんかおだててくれてんのかなと思ったりもするんですけど、そういうのもあるんですけど、余裕がある感じですよね。こういう偉い人たち、メジャーな人とかは、陽キャの人たちは、陰キャのね、なんか、僕らのやつもね、アニメって結構いいよね、とかなんか言っちゃったりするから、その類かなと思っちゃうんだけど、そうじゃなくて、やっぱり難しいみたいですね。だからみんな関心は無関心じゃないし、本当は助けてあげたいと思ってるし、サポートしてあげたいと思ってるんだけど、どうしていいかわからないと思ってることが多いんですよね。だから本当にその患者さんって孤独だし、助けてもらえないとかバカにされてんじゃないかと思うんだけれど、そうじゃないんだよね。どちらかというと助けてあげたいんだよね、みんな周りの人って本当に。だけど、もう時々いるよ。時々いるんですよ。もちろん助けて、意地悪なやつっているんですけど、それはネットの書き込みみたいなもんで、一定数います。ね、数%は。だけど、ほとんどの人は、残り 90% 以上の人は、どちらか助けたい。だけど、難しい。よくわからないと思って、ちょっと距離を置いてるっていうことが、普通なんですね。これを、皆さんに言いたかったということです。で、なので、共に学び、歩み寄ることがすごい重要だなと思いました。だから僕がやってる YouTube の活動っていうのはですね、一見増田の自己満足に見えるかもしれませんけど、そうっちゃそうなのかもしれないけど、すごい重要なことなんですよね。ことなんだなと思いました、改めて。だから、またね、同じような話なんですけど、何度も僕ちょっとね、話していこうかなと思ってますので、皆さんご協力ください。はい。ということです。ではですね、今回は、適応障害の病気の説明およびですね、みんな無関心じゃなくて理解したいけど難しいんだよっていうことをですね、解説しました。なので、精神科も受診してください。はい。では以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンおよびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。そうそう。これ言いながら思い出したんですけど、軽く見られるんじゃないか、症状って軽く見られるんじゃないかって思うじゃないですか、患者さんってね。でも僕らは診察室の中で起きてることは家よりもなんていうのかな、軽く見えるものだと思ってるんですね。だから診察室では元気そうに見えるもんだって分かって話を割り引いて聞いてるので、家帰ったらこの人は今の状態よりも 0.8 かけとか 0.5 かけなんだなって思いながら話を聞いてますからね。だから実際は元気そうに振る舞ってるけど本当は傷ついてるんだろうなと思った上で話を聞いてるので、それをバイアスといえばバイアスかもしれないですけど、そういうふうに思って聞いてますから、あんまりね、心配せずに受診してください。はい。では以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタン、さっき言いましたね。はい。ではまた。はい。どうも。